はい。ということで、前回、このような感じで、このトークルーム数の背景を作るお話をしていきました。で、今回は、このベースを使って、トーク風のデザインを作っていくお話をしていきたいと思います。はい。で、完成形としては、ここにトークを重ねて、このような感じにしていくという風なものを作っていきたいと思います。はい。ということで、このシーケンスを作るための、まず新しいシーケンスを作っていきますということで、新しいシーケンスをまず作成します。はい。で、シーケンスを作成していただいたら、まず、この下地になるメッセージの部分を作っていきますということで、まず一つ四角形を書きますと。はい。で、コピーして左側にも四角形を書きますということで、こんな感じでベースを作っていきますということですね。あ、すみません。先に図形を描いてから作った方がいいので、先にまず図形を完成させますということで、このままだと四角形になってしまうので、エフェクトコントロールパネルを開いていただいて、この四角形の図形を、形を変えていきますということで、まずツールをペンツールに切り替えてもらったら、ここに新しいアンカーポイントを作成しますと。はい。で、このように広げてもらったら、シフトキーを、ごめんなさい、オルトキーを押しながら、クリックして広げてあげると、はい、このようにハンドルが飛び出してきますということで、反対側も同じですね。まずアンカーポイントを作ったら、広げてあげて、シフトキーを押し、オルトキーを押しながら広げてあげますと。はい。こうすると、それっぽい形ができますよということですね。はい。で、同じように左上の方にアンカーポイントを3箇所作りますと。はい。っていう感じでアンカーポイントを3箇所作ってあげたら、はい、このように伸ばしますと。で、あとは吹き出しの形に近いような感じで、このパスとハンドルで調整していきますということですね。はい。で、一通り形ができたら、この形をベースに、コントロール CV で貼り付けして、はい、このように向きを変えますということですね。はい。で、こちらもコピーしたら、このように下に複製しますということですね。はい。で、そしたら左側の吹き出しについては、白になるかと思いますので、このシェイプの塗りを白に変えますということですね。はい。で、あとは文字の部分を作っていきたいので、文字を打ち込みますということで、はい。このように文字を打ち込んで設置しますと。はい。で、あとは、左側の方は記録がないので、このような感じで、時間だけ配置しますと。はい。はい。これでほぼ完成ですね。で、あとは、ここに画像を置いていきますということで、あらかじめ保存しておいた画像をここに配置しますということで、例えば、はい。はい。このような感じで画像を配置しますということですね。
はい。で、このままだと画像がそのまま出てきてしまうので、ここで以前やったマスクを使いますと、不透明度を選択してあげると、はい、このような感じで形をくり抜くことができます。で、このように必要な場所を選択してあげたら、あとはマスクの境界のぼかしは0にしておきますと。はい。で、あとは必要な場所に動かしてあげたら、はい、完成ですということですね。はい。まあ、これでそれっぽい感じになったかなと思います。はい。ということで、完成形のシーケンスに重ねてみますということで、はい。あ、こっちですね。はい。はい。このように合体して、まあ、それっぽい感じになりましたということですね。はい。ということで、まあ、これで完成なんですが、このままだとずっと固定された状態になってしまうので、この吹き出しだったりとか、中の文字を設置して動かしていくというお話を次回していきたいと思います。はい。ということで、ご参考いただければと思います。